チェンバーボーン。アップデート7。度重なるハード難易度の猛威にさらされカッサカサになるまで追い込まれた我らがビーバー。しかし灌漑水路の集約とダムの魔改造により窮地を乗り切り貯水量アップ。さあ一滴でも多くの水をかき集めるぞー。で現在の貯水量はこんな感じで干ばつ24日が発生。前回が嘘みたいな貯水量だぜ。さあビーバーたちよ、バンジーダムをさらに魔改造だー。貯水時に面積を減らし自然蒸発を減らすシステム、本当に役に立ってるのかこれ。知らん。おい。続いて水を蓄える時期にダムが溢れる問題を解決すべく、バンジーダム水道橋への水路を追加で工事。これにより左の水源から流れる水と滝の水が、右のダムに流れるようになりました。おもらし卒業できるかな？それでは滝の水源ポンプ、再稼働だー。干ばつ中でも滝が見れる贅沢が幸福の証。一応設計通りの動きが確認できたけど、この水量でこの水面の面積は蒸発でもったいないかな？はっはー。少し掘り下げて水面を少なくする、細かい修正入りまーす。滝流すけど節水。干ばつ11日が経過し、ただいまのバンジーダム。まだかなり余裕あるな。むしろ水路に自動注水してるはずなのに減りが遅い感じがするかも？確かにバンジーダムの水が吸われて、滝から流れてメインダムに貯水される割にこっちも減ってるな。放水せず貯水だけしてるのに蒸発だけで水位が下がってるのは下せぬ。だよな。よく見たらメインダムの水面が動いてる。これ下の清水弁から水出ちゃってるよ。そうか、バンジーダムと距離離れてて向こうと水位が違う。清水弁の深さ設定の微調整が必要かもだ。それだ。清水弁の水位の調整を行ったところ、バンジーダムの水がなくなるまでメインが放水されなくなりました。ただいまの水位は6、滝の水でここから貯水増えるかな？ 4 日で水位が 0.7 増えました。干ばつ中でも水位を維持、これはビーバー界の快挙だぜ。とはいえバンジーダムの水がこっちに来てるだけだけどね。なのでこっちが貯水なくなると少しずつ放水されて、メインダムも減ってくねー。かなり貯水あったのに24日の干ばつには耐えれなかったか。いのーちの水。メインダムにかなりの水を残し干ばつ終了。そして安定のハード難易度3最短の3日でアクシオの警告。さあアクシオ来る前にどれだけ水溜まるかな？溢れ防止のために水路増やしたのに、水だばー。ダメじゃねえか。前よりかはマシになってるよ、多分かよ。なんかおかしいなと思って確認したら、ここの下の突出部の隙間から漏れてたよ。水位関係なくダダ漏れる箇所発見。突出部破壊して夜中にこっそり修正。これで無駄が少し減るかな？干ばつ前日で貯水はこんな感じになりそうろう。期間短かったがそれなりに溜まったぜ。メインダムはご覧の通りの水の楽園。洪水せずにギリッギリのギリ。資材も倉庫いっぱいだし、漫画でも読みながらまったり観察して問題なければクリアかな？水問題が解決したら引っ越しとワンダー建設でエンディングだぜ。さて万全の状態で24日のアクシを開始。終了時にはどれくらいの水が残るかな？魔改造バンジーダムはご覧の通り。少しずつ表面の面積を減らしつつ水路を注水。これがなくなるまでは安泰だぜ。アクシオなので汚水も念のためチェック。安全確認、よーし。メインダムが満水のため水道橋に水が流れちゃってるね。ダメなのか？蒸発が気になる。さいですか。一応バンジーダムに水が補充されるんだけど。翌日にはこれですよ。中途半端に補充しても焼け石に水って感じだな。てなわけで滝への水の供給は半分にしましょ。これで水道橋に流れる水も多少は減るかな？でアクシオ発生18日目、メインダムの水位低下を確認。清水弁の水位調整により、前よりも早くバンジーダムが枯渇した模様。滝からの水を無駄なくダムに入れるため少し埋めました。細かい調整。干ばつ終了間際の水は 6.6 を観測。前回より貯水できた期間が短いが、ほぼ同等の水が残ったぜ。いのー、ぽっぽぽえーずおい歌もう水も詰まってんぞ。ゲフン。ラオジン水弁こと左の水源、詰まっちゃいないけど汚水が手前になっちゃって綺麗な水が出てきてない。貯水が激減した時の原因これじゃね？やっぱり水道管システムに問題があったのか。だな。ちょうど1日が経過したところで汚水混じりの放水が開始。丸1日水が来ないのは貯水量に大きな影響あるぜ。で次の干ばつで直そうと思ったら最短3日でアクシオ警告ですよ。ハード難易度3が張り切ってて作業できん。まったりお茶して来期やりましょ。必殺、放置して待つ。
秋潮自体は17日と控えめでした。だが貯水も1日できんかったので、バンジーダムは11日で枯れた。メインダムの貯水量は 8.8 でフィニッシュです。期間が短かったおかげで2マス分増えたぜ。祈って出ない。秋潮だと詰まるってさっきやったばかりだろうが。水もったいないので手動で解放。海兵の汚染濃度も調整した方がいいな。また秋潮来るかもしれないし、ささっと簡易工事しましょ。英雄ラオジンの手掛けた聖域にメスが入る。鳥間水源から1マス離して水道管システムにつなげました。右の水源はこの位置でいけてるんだよな。高さは違うが。水道管システムは汚水だけ流してるからこっちは封印。手影水道も干ばつが来たら解体工事しましょ。まあ連続で来ないだろうし、すぐ下水解体工事もできるかななどと思っていた時期が私にもありました。もう、汚水が流れてる状況じゃ下水工事なんて危なくてできないよ。こりゃ次のサイクルまでまた休憩タイムだ。水道橋に逆流しないギリの高さに水門を建設。まあ後ろ側に普通に貯水できるけどな。水だばー。水道橋への水路増やしたのに結局溢れてんじゃねえか。これもなんとかしたいねー。魔改造で出た瓦礫がしまえず、仕方なく手動で削除してたら秋潮襲来。3連続秋潮、期間は25日とちょい長め。暇つぶしにダムの整備してなかったとこを段々にしました。8時間勤務で程よく働くビーバー。20日経過してバンジーダム陥落。さすがにこの期間となるとダムの水の維持は厳しいぜ。でもおかげでメインダムはほぼノーダメで秋潮を超えられそうだよ。水源の構造に問題はありだが、貯水はかなり安定してきたな。いのー、ぽぽえーぽえー。左の水源結局ダメじゃねえか。急いで工事したのに。右側はこれとほぼ一緒なのになぜに？静水弁の制御はなかなか難しい。もうめんどくせえ、汚水を垂れ流せー。までらわからん。汚染濃度20の水を垂れ流す白麗紙。結果汚染を汲まない設定をしてる自動給水ポンプの周りに汚水が集まりました。川の流れの終着点。なのでここに汚水ポンプを設置。これでこの町の水路の汚れはここで浄化されることとなった。で干ばつ21日が到来。干ばつ警告が4日目だったので、前回より1日分多く貯水できたぜ。この調子ならバンジーダム満水も夢じゃない。さあ不具合を起こしやすい水道管システムを撤廃だー。汚水をマップ外に捨てる水道橋を建てるぞー。破壊と創造。ラオジン水弁側も排水用の水道橋。下水道システムは完全撤廃だ。汚水、だばー。下水道ぶっ壊したら水圧で溢れ出たの巻。干ばつ発生19日、バンジーダム陥落。惜しい、あと2日切ってたのに。汚水の排水先の工事が終わった。密閉してたところを開放だー。この蓋が流体の動きをおかしくしてた諸悪の原因、ぶっ壊しちまえ。そして右の水源もデストローイ。水道管は便利だが扱いが難しい。普通に暮らすならない方が管理が楽だぜ。いのー、ちの水。干ばつ21日と短めだったのでメインダム満水で干ばつ終了。これは念願のバンジーダム満水もいけちゃうかも？だな。やる必要はないけどもう使わない水道管を全撤去。うちのレイムさんは変なところで細かい。はっはー。からの汚水、だばー。計画的犯行。まあこの辺ボットの施設ばっかだし少しくらいなら平気でしょ。数日臭そう。さあビーバー、1000ビーバーの掘った穴を埋めるのだー。地味に工数の多い意味なし工事。スクラップ&ビルド、古いものを壊すことで新たな世界が広がるのです。と言いつつこれ、アプデで新しく追加された突出部で蓋したいという新しい取り組みだったんだけどな。古いものの方が良いこともある。おい。そして干ばつ明け5日目。これはいい感じの貯水。ってまだ干ばつ警告が来てないだと？ハード難易度3の優しさを見た。でも翌日には干ばつ警告。最短の3日と比べりゃ余分に3日貯水できたからかなりありがたいぜ。汚水に浸かりながら作業し殉職した英雄ラオジンの手掛けた清水弁よ。今までありがとう。ラオジン像に敬礼。あと少しでここも完璧なものになるかな？ああ洪水しちゃってる。いつもより長い貯水期間に水路が耐えられんかったか。干ばつまであと 0.6 日。惜しい、こりゃギリ満水とはいかなそうだ。私はここが満水になるまで開発を続けるぞ。新たな決意がみなぎる。さて次のサイクルまで暇だし、ビーバーに穴でも埋めさせましょ。
ほぼ使うことなかった滝水源への水路を埋めさせられる哀れなビーバー。そこ終わったらこっちね。毎日の土砂運搬でムキムキビーバーになりそう。あと1マスちょっとで満水だったのに。ここで非常なる29日と長い干ばつ、ハードさんの優しさは一瞬。漫画を読みながら放置する日々。過去の遺物をきれいに埋めるビーバー。撤去されてない瓦礫を見かねて倉庫建設。資材も食料も倉庫がギッチギチである。倉庫作るのもめんどくて手動で虚無世界に転送。こっちの方が面倒じゃね？かもしれぬ。そういえば下水がなくなったので汚水ダムの吐き出し口も閉鎖しました。わざわざ悪臭を貯水しなくても、汚水の源だけで汚水満水になるしな。滝の水を清水弁で管理して、干ばつ時は直でメインダムに流れるように整備。バンジー水道橋に流れると蒸発でもったいない。洪水の際に水が溜まっちゃうから土砂採掘機を廃止。土砂1万あるのにここ以外にも4基あるしな。見た目さほど変わってないけど補助の工場施設を建て直しました。もともと稼働させてなかったので建て直しても動いてないただの飾りである。現在ビーバー30日分の水がタンクにあるけど、ボットの燃料とかもあるので予備タンクを追加。組み上げで少し川の水が減るかな？頑張れ、バンジーダーム。干ばつ29日には勝てなかったよ。惜しいあと1日だったのに。ダムの精霊の声が聞こえた。じゃ治水関連もほぼほぼ完璧になったところで干ばつ終わったし今回はここまで。ではビバミちゃんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。静かなダムでいつの調べ身を凝らして命の水見つめダムを見張る夢描きつつ水よ流れよビーバーの歌気づく世界は希望の架け橋輝けマイランド秋の音色に身を委ねてしぶきかざして命の水感じる水の旋律奏でるよ水よ歌えよ夢の調べ気づく未来はきらめく水よ響けマイコール古い水路を壊して作る新しき橋を命の水導く夢の道を切り開くアンジーダムに響き渡る私たちの歌壊して作って前へ進む水よかけろビーバーの夢気づく世界は限界超えて響け